皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。このチャンネルでは大和の歳時記と題しまして、意外と日本人でも知らないことや学校では習わないような日本の伝統や文化、そういったものを季節の二十四節気を中心に分かりやすく解説紹介をしてまいりたいと思います。二十四節気とは、太陽の暦を中心にして1年間を通した季節を昼の最も長い夏至、そして昼の最も短い冬至、昼夜の時間が等しい春分秋分、まずはこの4分割にし、それぞれの季節の始まりであります立春、立夏、立秋、立冬、これによって8分割、またそれをそれぞれまた細かく3分割ずつし24分割した日本古来の季節の名称です。さて本日令和3年2月の18日は先ほどの二十四節気に当てはめると雨水と申します。北国ではまだまだ雪深い時期ですが、この時期暖かい気が地上に満ち始めて雪が次第に雨となり、氷や根雪が溶けて水となって河川へ流れ出す、そういった季節を表しています。かつてはこの雨水の時期を皮切りに農作業の準備が始められました。外に目を移しますと菜の花が咲き始めたり、あるいは夜には少し霞がかったようなおぼろ月夜などが見られたりと、徐々に春の足音を感じられる、そういった季節になってまいります。この時期に最も代表的な風物詩といえば春一番です。まだ暖かい日と寒い日を繰り返す時期が続くわけですが、日本海を中心にしながら生まれた低気圧、それに対して南の方から暖かい湿った空気が流れ込み、風速でいうと、毎秒8メートル、これぐらいの強い風が吹いて、急速に気温が上がって、春らしいというか、4月ぐらいの暖かい陽気になる、そういった一日のことを、季節で春一番というわけですね。もともとはこれは、古い漁師言葉だそうでして、長崎の方で漁師の方がちょうどこの時期にですね、強い突風が吹いて、船が難破して遭難した、かつてそういう大きな事故があったそうですけれども、それを口伝で、口伝えで、伝えていくために、この時期の春市には気をつけろということで、春市と呼ばれていたものが、次第にですね、大衆用語になり、あるいは、気象用語となって、この季節の春一番というような用語になったというふうな由来があるそうでございます。しかしながら花粉症を持っている方々にとっては少々迷惑な季節の風物詩なのかもしれません。暦も下旬に差し掛かってまいりますので、3月3日のひな祭りに向けて街中、あるいは店頭等でもひな人形を見かける機会も多くなってまいりました。皆さんのご家庭ではひな人形お飾りになっているでしょうか。かつてはですね、大きなご家庭では7段飾り、12段飾りなんて、あったでしょうけれども、なかなかそういった大きなおひな人形を飾れるようなお宅も少なくなってきてるんではないでしょうか。さてこのひな祭りというのは御節句という日本古来の、お祭りごとの一つで、正式には上子の節句。上子というのは上に、子というのは、実と書きますけれども、上子の節句というふうに言います。で、これは、この節句というのは何かと言いますと、これは陰陽の考えのもとに行われる、お祭りごとでして、陰陽の教えでは数字の奇数を陽、数字の偶数を陰と捉えます。ですから、暦の中で陰の数字が2つ並ぶ、これは非常に陽と重なっておめでたい日というふうに捉えるわけです。ただ同時にですね、陽がきれいに数字として固まると次の日からはそれが崩れるわけですから陰に向かう。
つまり悪い方向に向かう兆候でもあるということで、陽が重なった時にはおめでたいと同時に、これから先あまり悪いことが起きないようにというような思いも込めて、お祭りごとをするわけですね。で、この5つの五節句というものには、1月7日の人日、それから3月3日の、これひな祭り、上巳ですね。それから5月5日、子供の日の、端午。それから7月7日、これ七夕ですけれども、七石。そして最後、9月9日。これが一番、奇数では大きくなるわけですけれども、陽が重なると書きまして、重陽。この5つの節句がございます。なんで 1だけは11ではないのか。不思議にも思われるかもしれませんけど、この五節句の細かい一つ一つの意味はですね、またそれぞれの機会にお話をしていきたいと思っております。ひな飾りのお内裏様とお雛様、つまりおびなとめびなの飾り方には関東と京都で違いがあるということを皆さんご存知でしょうか。ご存知であってもなかなかその理由を知っている方までは少ないかもしれません。実はこれはですね、日本の伝統的な、右と左の格付けの考え方と国際儀礼が違うからで、国際儀礼と日本の伝統の違いを表しております。もともと日本ではですね、左側上位という伝統があります。ですから例えばですけれども、皆様が、歌舞伎であったりとか、あるいは落語でも結構です。ああいうものを見に行った時に、どちらを上手というふうに呼ぶかというと、演じる側にとってみたら、左手の方、ちょうど皆さんから見て右に当たりますよね。右手の方を上手、そしてこちら側の方を下手というふうに呼びます。ですから、日本古来の伝統でいうと、座席の配置等もですね、本来であればこの座って左側、皆さんから見て右側の方が偉い方、より格の高い方が座るっていうのが、日本の伝統なんですね。ですから、京都は日本の伝統を重んじて、それを継承していくという、兼ね合いからでしょうか、この伝統、日本古来の伝統に準じて、お内裏様、おびなの方ですね、男性の方のお雛様の方が向かって右側、つまり、左側の方ですね、座っている位置としては。そしてお雛様の方が向かって左側に配置をして飾るというふうになっているんです。で、これがいつ頃からか変わって関東になったかと言いますと、実は昭和の時代からなんですが、昭和天皇陛下がですね、これからは、日本の伝統も大事だけれども、様々なものを国際儀礼にきちんと合わせていって、そして国際標準、国際的に見たときに、日本はきちんと国際的な礼儀をわきまえていると、そう思ってもらえるようにしなければならないということで、公の場でも天皇皇后両陛下がその位置をですね、国際的に合わせて、右側の方、つまり向かって皆さんから見て左側の方に位置し、そして、右側の方に、皇后陛下、つまり、お雛様でいうと、お雛様が右側に来るようにというふうに配置をするように、関東を中心になっていった。これが今でも名残として関東とそれから京都の方での飾り方に違いがあるというふうなことが形として現れてきているわけですね。しかしながら昨今、女性の人権問題等々も含めてですね、国際社会の中ではジェンダーフリーと言われる時代ですから、あまりこういうことにこだわる必要もなく、どちらが正しい、どちらが間違いということではないのかもしれません。それでは本日のお菓子です。赤坂塩野さんの香文化という和菓子です。ちょっとクローズアップしてもらえると分かりますけれども、ちょうどここのところにですね、梅のマークが分かりますかね、ついています。でちょうどこれが紅梅と白梅を模しているわけですよね。中は黄身あんになっています。とても洗練された形でシンプルなんですけれども、素敵なお菓子なので今日は香文化、これにさせていただきました。
それでは、自福にてお手前頂戴いたします。とってもホッとする味ですね。本日は、二十四節気の中の雨水でございました。生まれ変わるならまた日本がいい。どうぞ今日も一日心穏やかな日をお過ごしください。大和の歳時記いかがでしたでしょうか。高い評価をいただきましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。